はいどうも。では今回は、英語、外国語ですね。習得方法っていうテーマで、お話しします。補足するなら、特に、スピーキングとリスニングの能力を効率的に向上させる、っていうことに、重点を置いて、話します。具体的に何をすればいいのか。結論としては、次の3点ですね。1つ目、英語、その外国語ですかね。それを身につける、目的を明確化する。2つ目、オンライン英会話やネットフリックスなどの海外ドラマを配信しているサービスを有効活用する。3つ目、2で挙げた手順を習慣化する。つまり継続する。っていうことになります。では、それぞれ深掘りしていきます。英語習得方法1つ目として、英語を身につける目的を明確化するという点ですね。まず、このことは、語学を身につける上では、土台の役割を担って、この部分が不明瞭だと、いくら語学向上の方法を知っていたとしても、実践に至らなかったり、思うような結果にはなかなか至らないわけですね。で、英語を身につけられた人と、身につけられていない人には、やっぱり明確な違いがあって、後者の結果を出せてない、結果を出せない英語学習者の多くが、学校の科目として、あるから仕方なく勉強してるとか、ざっくりと、将来なんとなく不安だから、英語ぐらいは軽くやっておくかぐらいの認識で、勉強している、傾向にある印象ですね。しかしながら、それらの認識を改めて、効果的な方法を継続することで、個人、それぞれ、個人差はもちろんありますけど、早い人では1、2年前後で、他人とある程度スムーズに、コミュニケーションを取れるレベルに至るかと思います。もちろん、日々費やせる時間にも左右されますけど、母国語である言語を、あなたが今流暢に話せたり、問題なく、聞き取りができてるっていうのであれば、あなたが言語を身につける上で、特に問題を抱えていないっていうことは、すでに、証明したも同然なわけです。例えば、私の場合は、現在、社会人として働いてるんですけど、学生の頃は別にそこまで、英語に秀でてたっていうわけではなく、大学の、卒業旅行で経験した複数の、国への海外旅行をきっかけとして、英語の重要性というか、面白さに気づいたというか、なんて言うんでしょう、再認識した次第ですね。で、コロナが落ち着き次第、そうですね、また海外旅行を、再び、またエンジョイしたいところです。また、現在、人口が約70億人いる中で、15から20億人ほどが英語を話すと言われています。それはつまり、英語を理解できることにより、より多くの人と、情報交換や、コミュニケーションを取れるチャンスが増えること、今の住んでる環境に、不安や不満があるのであれば、全く、別の環境へ移ることができる。仕事の幅が広がるといった人生を大きく変えるメリットがいくつもあるわけですね。で、これらのようなメリットを加味した上で、あなたがその英語を身につけた上で何がしたいのか、何をしたいのか、何のために英語を身につけるのかっていう、強い目的意識を持ってください。付け加えるなら、それをただ、頭に思い浮かべるっていうだけでなく、紙か何かの媒体に文字として書き起こして、普段からよく目につくところに置いておくことで、より一層自分の意思を固めることができるかと思います。そしてその固い意志、目的意識っていうのが、あなたが目指す英語のレベルに到達するまでの土台の役割を担うわけですね。では、英語習得方法、コツ、二つ目として、具体的に、実践する方法論をお話しします。ここが今回のメインの話ですね。冒頭の結論でも述べたように、大きな効果が期待できる、例としては、オンライン英会話の実践、あとは、ネットフリックスや、Amazon プライムにて、自分が興味のある、ドラマを視聴するといったことが挙げられます。また、相乗効果を期待するなら、オーバーラッピングや、シャドーイングなんかもいいでしょうね。ではまず、オンライン英会話についてです。現在では、ネットの普及によって、基本的にはいつでもどこでも英会話ができるようになったわけですね。で、進め方としては、自己紹介がスムーズに行えるようになったら、その日、自分が何をしていたとか、自分が興味のあるニュース記事やトピックについて、講師と話すといいでしょう。また、同時並行で、自分専用の
英語のノートを作るっていうことをお勧めします。オンライン英会話を通して、会話を進める上で、自分がよく使うフレーズや、その時は言おうと思ってたけど、うまく言えなかったフレーズなんかを自分の、第一言語とセットで、記入して、追加していきます。で、日常生活、海外旅行、ビジネスシーンなどのそれぞれのシチュエーションごとに欄を分けておくっていうのもありですね。で、最初は、オンライン英会話をする上で、もう全く思うように話せずに、もどかしい思いをするかもしれないですけど、積極的に話す。あとは、適宜自分専用のノートに、自分に必要な単語やフレーズを追加。この2つの工程を何度も、行き来することで、会話時の、流暢さっていうのが徐々に、洗練されていくわけですね。また、客観的な現状のスピーキングのレベルを把握するっていうことであれば、英語のスピーキングテストを受けてみるっていうのもいいですね。で、付け加えるなら、スマホなんかに入れてる翻訳アプリに、英語で文章を言ってみて、それがスムーズに正しく文字起こしされるか試したり、言語設定を英語にして AI と会話のキャッチボールをしてみるっていうのもいい練習になるかと思います。では次に、動画配信サービスなんかで海外ドラマを視聴するっていう方法についてですね。で、今述べたようにオンライン英会話を有効活用することで、スピーキングとリスニングの両方の能力の向上が期待できるんですけど、さらにリスニングに特化して能力向上を図りたいということであれば、海外ドラマを有効活用するのがおすすめです。映画もいいかもしれないですけど、英語により長い時間触れることができるっていう点を考慮すると、海外ドラマの方がいいですかね。で、視聴対象を選ぶ基準としては、見てて、視聴していて、自分が面白いと、思えるかどうか、続きが気になるかどうかっていうことになってきますかね。仮にね、その有名なものや世間でいう人気のものであっても、冒頭や最初の、2話か3話ぐらいですかね、まで見て自分が面白いと思わなければ、もうスッと、別の候補を見るのに、切り替える、移るっていうのが無難です。そして、視聴する際の、注意点としては、次の通りですね。2点あります。1つ目。字幕はあってもなくても、どちらでも、いいと思うんですけど、ひたすら字幕を凝視して、その全く内容を楽しめないっていうような状況は好ましくないですね。大事なことは内容として、自分がハマるかどうかっていうことになります。で、注意点2つ目。気になったシーンや生活の中でも使えそうなフレーズが出てき次第、自分の口でもつぶやいてみたり、自身で作成しているノートに追記するといったアウトプットも積極的に行うことでより早く身につけることができます。はい。海外ドラマにはね、数多くの面白い作品がありますんで、ぜひ探してみてください。個人的なおすすめを挙げるとすれば、プリズンブレイクやブレイキングバッド、あとはビッグバンセオリーあったりですかね。はい。で、一応、オーバーラッピングとシャドーイングについても述べておきます。オンライン英会話と海外ドラマ視聴の効果を出すことをよりね、盤石にするために余裕がある人はオーバーラッピングやシャドーイングもやってみるということをお勧めします。これらはスピーキングにおける流暢性をアップさせる効果が期待できますね。オーバーラッピングは流れて聞こえてくる英文に合わせて、被せて文字を見ながら自分も発声するっていうトレーニングになります。で、一方、シャドーイングは文字は基本的に見ずに流れている音声に対してだいたい 0.5 秒ほどですかね。遅れて自分も発声するトレーニングで見る文字がない分、シャドーイングの方が難易度は上がります。用意する媒体は、文法として、正しい英語が記載されている、DVD なんか、音声がセットになっている市販の英語教材がいいかと思われます。で、これを選ぶ基準もね、海外ドラマ視聴と同様に、自分がやっててそれほど苦にならない、可能であれば面白いと思える、ものを選ぶのが望ましいですね。で、発声をする際は、
スピーカーの人の真似をするってことを意識するといいかと思われます。また、オーバーラッピング、あとシャドーイング実施の際のコツとしては、使ってるイヤホンを、片方だけ外して、自分の発生している音声も自分に聞こえるように、することですね。で、そうすることで、実際の他人との会話の時に、その自分が発生している英語に対する、抵抗感や違和感っていうのを軽減することができます。で、1ヶ月から3ヶ月ほど継続することで、音声に慣れてきたら、その音声の再生速度を1.2 倍や1.5 倍に上げてみるのもいいでしょう。で、再生速度を上げるっていう、負荷をかける練習にもなれることで、早口の人と話すというシチュエーションになったとしても、問題なく対応しやすくなるわけです。で、以上がおすすめの実践する方法論となります。では、英語習得方法、コツ、最後、3つ目として、今回、2つ目として挙げた方法論を、日課として習慣化する、継続するっていうことになります。多くの英語学習者にとって、これが最大の関門というか難点かもしれませんね。ただ、今回、1つ目として述べた英語習得の目的を明確化するっていう英語、その外国語を身につける上で土台となる点を固めることができていれば、ぶっちゃけそこまで心配する必要はないかと思いますね。たとえ最初は毎日1時間ずつとかやっても、それを日々1時間半、2時間、っていうふうに最大限時間の許す限り伸ばしていくってことを意識してみてください。この習慣化っていう段階を得て、最終的にはあなたが目指すレベルに到達できるかと思います。で、ちなみにTOEIC を例に出すと、オックスフォード大学の研究によると、現在スコアが550の人が、850まで上げるのに、最低でも、つまりどんだけ効率的に進めても、725時間前後の時間、勉強時間は、かかるようですね。気長に構える必要ありっていうことです。ちなみに、自分の場合、フリーターの時に受けたTOEIC の点数は確か865でしたかね。で、振り返ってみると、確かに、そのスコアに持っていくのに、最低でもそれぐらいの時間はかかったかなっていう印象です。その、言語の、スキルを身につける上では、残念ながら、速攻交換でる特効薬、のようなものはないわけですね。もしかしたら、数百年後とかには、我々人間の脳に、言語理解の専用のチップを埋め込んだりすることによって、ほぼテレパシーのようなレベルで、互いに意思疎通ができるっていうような未来が来るかもしれませんけど、今回は、そのような、なんというか、他力本願な、内容は取り上げないです。現実的に、現在の技術やツールを駆使した確実な方法、コツを、紹介しました。むしろ、身につけるのに多大な時間を要するスキルだからこそ、価値があるんではないでしょうか。はい。では、締めくくりとして、今回の内容の補足にはなるんですけど、言語習得の際の本質を言うなら、それは、多読と多聴、あとはたくさん話すっていうことですね。で、対象としては、自分が興味のある内容であったり、ある程度内容を把握しているのを選ぶっていうのがおすすめです。そうすることで、長続きしやすいですし、その長続きっていうのが、上達というか、習得の上で、生命線になるわけですね。また、個人的にそうですね。個人的に英語習得の方法に関して、おすすめの本、紹介しますと、タイトルが、難しいことはわかりませんが、英語を話せる方法を教えてくださいっていうものですね。著者は、スティーブ・ストレイシーっていう方と、大橋康介という方になります。はい。英語っていうスキルを身につけることで、生きる上で、莫大なメリットを得られたり、やはり、選択の幅が増えるんで、人生をもっと最大限に楽しみたいとか、今の自分を変えたいとか、環境に不満があるっていうような方には特におすすめですね。はい。ということで、今回は英語、外国語、習得方法
まあ、そのコツっていうテーマで、お話ししました。ご清聴ありがとうございました。ではまた次回もよろしくお願いいたします。